皆さん、こんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日はスロージャパニーズポッドキャスト第8話ということでお送りしてまいります。本日も N5 レベルの単語をピックアップいたしますので、最初にこちらご覧ください。はい。ということで、エピソード1話ごとに単語を5つずつピックアップしておりますので、それぞれこの後のお話を聞いて、どんな風に使う単語なのか、どんな風に発音をするのかを見て、聞いて、一緒に読んで日本語を学習していきましょう。それでは本日もやっていきたいと思います。エピソード1、パートナーが家事を手伝ってくれない話。結婚して3年になりますが、家事はほとんど私がしています。夫は仕事で忙しいからと、洗い物も掃除も手伝ってくれません。先週、体調を崩して休みたいと言ったら、少しくらい我慢してよ、と言われました。私、32歳女性は、結婚して3年になります。夫は毎日仕事で忙しいからといって、洗い物も掃除も手伝ってくれません。休みの日にお願いしても、今日はゆっくり休みたいと断られてしまいます。先週、私が体調を崩して熱が出たとき、さすがに休みたいと言ったのですが、夫からはみんな多少無理してるんだから少しくらい我慢してよと言われました。自分だって毎日働いているのに、家に帰ってからも休めないのはおかしいと思いつつ、強く言い返せませんでした。私も休みたいと思うのはわがままなのでしょうか。はい。ということで、パートナーが家事を手伝ってくれない話ということで、日本ではかなり今は女性も社会で活躍するような世の中になってきていると言われていますが、昔はやっぱり男が外で仕事で、稼いできて、女性は、家で家事をしたり育児をしたりっていうのが基本だよねみたいな考え方が非常に多かったようです。私はちょっとその時代に生きてないのであんまり分かってはないんですけど、僕の子供の時もお母さんは割と家にいてくれて、学校の行事とかね、授業参観とかは来てくれてたんで、どちらかといえばそういった家庭だった気はします。ただ今は共働きでね、女性も男性も外で働いて、だから家事分担みたいなところはすごい問題になるんじゃないかなと思います。この話を見ると思いやりが足りてないなっていうふうには感じますよね。みんな多少無理はしてるのはそれはそうなんですけど、体調悪い時はやっぱり休んでいいよとお互い言ってあげられるぐらいの思いやりがやっぱり必要かなと思いますね。日本はもう結婚する人も多分どうだろう、少ないし、子供、出生率も低下してきている中で、生活が苦しいから結婚しないみたいな話も多分あるとは思うんですけど、そうですね、なかなか昔と何が違うのかっていうのは分かんないんですけど、
今この世の中で何ができるのか、どんな風に生活していくのかっていうのを考えた上で、人と一緒に生活するということを選んだということは、やっぱりお互いに思いやりを持つということが大切なのかもしれないなと思いますね。選んだ選択の中で常にやっぱ最善を尽くすしか方法はないのかなと思うんで、結婚という道をね、選んで子供を持つという道を選んだのであれば、選んだというかいうことになったのであれば、その状況の中でできることをやるしかないのかなと思うんで、他人と共同生活するにあたってはある程度思いやりを持って生活していくしかないとは思うんで、これはね、私も休みたいと思うのはわがままなのでしょうかというと、わがままではないと思うんで、わがままを少しずつ言い合いながら、助けてもらえるということを、結婚や家族になるということの、いい点でもあると思うんで、わがままを少しずつ言いながら、わがままを少しずつ聞いてあげる。そういう感じでやっていけたらいいんじゃないかなと思います。結構こういう夫婦問題みたいなのもね、日本ではやっぱりあると思うんですよね。パートナーとのこういう問題。なので、海外の方どんな感じかわかんないんですけど、こういう家事分担とか、結婚してからの問題っていうのがあるのかどうか、ちょっとコメントの方でぜひ教えてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではエピソード2。兄弟の中で自分だけ扱いが違う話。子供の頃から両親は兄と姉に優しく、私にだけ厳しかった気がします。先日実家に集まった時も、両親は兄と姉の話ばかり嬉しそうに聞いていました。両親は兄と姉の方が好きなのかもしれません。私26歳女性には兄と姉がいます。子供の頃から両親は兄と姉に優しく、私にだけ厳しかった気がします。兄が試験で悪い点を取っても、次頑張ればいいと言われるだけなのに、私が同じ点数を取ると、なんでこんな点数なのと怒られました。先日実家に集まった時も、両親は兄と姉の話ばかり嬉しそうに聞いていて、私が仕事の話をしても、へーで終わってしまいました。もしかして両親は兄と姉の方が好きなのかもしれないと思うと悲しくなります。子供は平等に育てるべきだと思うのですが、これは私の考えすぎなのでしょうか。はい。ということで、兄弟の中で自分だけ扱いが違う話。これ3兄弟とかだとやっぱありますね。長男、真ん中っ子、末っ子みたいな。私は姉がいて2人兄弟なんですけど、あんまりどうだろう。私は気にならなかったですね。この姉の方が扱いいいなとか、自分の方が厳しかったなとか。強いて言うなら姉の方に厳しかったような気がしなくもないというか、そんな気はしますけど、強いて言うならですね、僕は全然そんなことなかったんで、しかも好きなのかもしれないとかは考えたことないですね。この問題は正直いろいろ親も初めての親なわけで、
間違えることもあるだろうし、自分が間違えて捉えちゃってることもあると思う。まあ捉え方次第っていうところもあるんで、間違えて捉えてるってことはないけども、親が意図した扱いというかね、っていうわけではないとは思うんですよ。なので、まあ考え方次第かなって思うんですよね。仕事の話をしても、へーで終わってしまいました。もっと喋ってみるとかね。一人でも実家帰ってみるとかね。まあ思うことあるかもしれないけど、まあ育ててくれたのは親で、まあ感謝を持って、で、自分こういうことしてるよっていうのを伝える。それでもまあなんかあんま興味なかったら、まあ興味ないんだなぐらい軽く捉えれたの方がいいのかなと思います。親も3人も子供いてね、なかなか難しい部分もあると思うし、子供は平等に育てるべき。平等に育てた方がいいけど、性格によって手のかかり方とかも違うと思うし、手のかけ方だけで言ったらそれはもう逆に平等にならないじゃないですか。あなたがもしもすごいいい子で、兄がめっちゃ手のかかる男の子だったら、すごい時間をかけてしつけをするというかね、兄の方は。けど、あなたがいい子なら、ある程度ほっといても、まあ別にいいわけで、それよりもやっぱ手かけてやんなきゃいけないところもあったりもすると思うんで、まあなかなかね、そこを私はってなるのもそうなんだろうなとは思うんですけどね。考えすぎてもしょうがないなっていう問題でもあると思うんで、本当いろんな自分の話聞いてくれるコミュニティとかをね、持ってみんな各々バランス取っていくしかないなとは思うんでね、ぜひ前向きにね、考えていければいいかなと思います。日本ではこういうのはたまに聞くというか、やっぱ話するときありますね。飲みの席とかで。真ん中っ子っぽいとか、なんか兄弟によってなんか雰囲気みたいなね、育った後の成長して大人になった時に、なんか雰囲気みたいなのを感じる。どんな幼少時代だったかみたいなね。なんで、そのバックグラウンドも含め今の自分がいるということを忘れず、そうなったのは親がきっちりご飯食べさせてくれてっていうところがあると思うんで、そこにまず感謝を持って、前向きに自分の人生は自分で彩っていくというところで、どうでしょうか。海外の方でももしこういうね、兄弟間のなんかいざこざじゃないけど、やっぱ兄貴はすごかったとね。親からなんか愛情をもらってた自分よりとかっていう問題があったら、ぜひコメント欄で国名もね含めコメントお願いします。はい。それではエピソード3。何度言っても遅刻してくる友達の話。学生時代からの友達がいます。彼はいつも約束の時間に遅れてきます。今日も1時間待ちましたが、電話をかけても出ず、後で約束忘れてたと連絡が来ました。私、30歳男性には学生時代からの友達がいます。仲はいいのですが、一つだけ困っていることがあります。彼はいつも約束の時間に遅れてきます。今日も1時間待ちましたが、彼は来ませんでした。電話をかけても出ず、後でごめん、約束忘れてたと連絡が来ました。これまでも同じようなことが何度もあり、その度に今後は気をつけるというのですが、また遅れてきます。楽しい人なので付き合いをやめたくはないのですが、毎回1時間近く待たされるのは正直辛いです。大切な友達だからこそ、この件は一度きちんと話した方がいいのでしょうか。はい。何度言っても遅刻してくる友達の話。はい。こ
これね、しょうがないところではありますよね。自分はあんまりね、したくないなとは思ってますけどね、遅刻は。1時間近く待たされるのはきついね、これ。これは言った方がいいよ。自分がこの人とね、まだまだ楽しんでいきたいと思ってるなら、自分が嫌なことは、友人関係にとっては伝えた方が間違いなくいいなと思います。なので、しっかり伝えてあげてください、嫌なことはね。約束忘れちゃダメだねって言ってあげよう。強く。ほんで、1時間また遅れたら焼肉おごってねとか、そういう感じで、罰ゲーム的な要素をつけてみたら逆に面白いんじゃないですか。この1時間遅れてくる友達の遅刻を逆に楽しんでみるっていう仕組みを作ると面白いんじゃないかなと思います。時間っていうのはね、なんならお金よりも尊いものというか、やっぱ時間だけは買えないってよく言いますけど、時間はね、短縮する力はあるけど、プラスはされないみたいなとこありますからね。車で行くより新幹線で行った方が早いとか、飛行機で行った方が早いとかね、できるけど、そもそもの時間を買うっていうのはなかなか難しい話で、時間はね、大事にした方がいいんで、人の時間もね。大事にはしてほしいけど、自分も自分でこの遅れてくる友達をちょっと楽しんでみるっていう努力もしてみると面白いのかなと思ったりはします。もう遅れてくるのしょうがない部分もあるじゃないですか。何回も言ってるし、もうそういう人間なんですよ、多分。どうしても遅れてきてしまう。だからそれでもこの人と一緒にいたいならね、こっち側でできる対応してみるっていうのは面白いかなと思います。それで言うと日本人は割と時間守りがちだけど海外の人は時間にルーズな人が多いみたいなイメージって結構日本人の中にあるんですよ。なのでどうでしょうか。私アメリカ人だけど時間すっげーきっちり守るよっていう方も多分いらっしゃるかなとは思うんで、いつか統計取ってみたいですね。日本の街で海外の出身の方、血が流れてる方にインタビューして、時間守りがちですか、ルーズがちですかっていうね、統計取ってみたいなって思ったりします。はい。ということで、本日も3つのエピソードを紹介してまいりました。この動画の冒頭にピックアップした単語をバンと出してるんで、冒頭に、そこでもう一度どんな単語を今回学習したかっていうのを、復習して、もう一回聞いてみるなり、していただけたら、嬉しいです。私のこのポッドキャストや、Vlog を日本語の学習に役立てていただければ嬉しいなと思います。そしてもっとこういう動画見たいよっていうものもあればコメントをよろしくお願いします。それではこの動画良かったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバイ。